私自身10代後半から20代前半って結構フラフラして何でしょう、就職してみたりとか美術の専門学校行ったりとか、居酒屋で働いたりとか、いろんなことをフラフラしてるようなタイプだったんですよね。でその頃ちょうど90年代半ばぐらいでバーチャファイターとかでトイ・ストーリーとか出てきた頃で、3DCG が世に認知され始めた頃でやってみたいなんてそこで単純に思ったんですよ。でその当時でもアプリもそうだし PC も例えばシリコングラフィックスとか200万とかしたし、もう自分で買ってどうこうってできるようなものじゃなかったんで、デジタルハリウッドの半年コースっていうのがあったんで、それに行ったんですよね。でそこで、デモリールを作ってで就職活動をしたっていうのがきっかけといえばきっかけですね。順番に行くと最初に出会ったのはやっぱり富山さんで SCE のタイトルは好きだったんで面接に行ったんですよ。そしたらばそこに、今富山さんがいたと。当時はだから知らないですよ。サイレントヒルはもちろんプレイしてましたけど、その目の前にいるのが富山さんって知らなくて、普通に面接して帰ったんですけど、で後からサイレントヒルの富山ですよって言って驚きましたね、だいぶ。サイレンで私はキャラクターをやってて、キャラクターって結構開発の序盤って結構いっぱい忙しいんですよ。当然キャラクターがないと動けないパートがたくさんあるんで、でも後半になってくるとむしろあまりいじれないというか細かいブラッシュアップしかできないんで、テストプレイする時間が結構多いんですよね。でサイレンの時もそうで、それをしているうちにこの見せ方こうしたいなああしたいなみたいなのをたくさん出てくるんで、それをよくプログラマーとかゲームデザイナーの席に行ってこれこうしようよみたいな話をよくしてたんですよ。それが徐々にサイレン 2NT になっていくにつれてその領域がちょっと広くなっていったというか、それもあってそのテクニカルな部分の整地というかディレクションを担当したりとかして、で徐々に私の担当する仕事の内容が変わっていったみたいな感じですね。その後自分のアイディアを考えつつサイレン NT の残ったアセットとか使って結構違うことなんかできないかなみたいに模索みたいなことしてたんですよ。サイレン NT のオンライン版とかも作って遊んでましたね。視界ジャックできる TPS シューターみたいな感じで結構面白かったんですけどね。そんなことをしている間に当時のプロデューサーから「パペッティア」っていうタイトルがあるんだけどやってくれないかと言われたんですよね。はるか昔でもなく銀河系の彼方でもなく、未だかつて皆様が経験したことのない驚異の並外れた想像を絶する不思議なパペットショーへ。それは少年の運命のみならず。SIE をやめるやめないってことを考え始めたのはショーン・レーデンさんがトップだったんですけど、当時に辞めた時に意識し始めたって言い方の方が合ってるかもしれません。多分大きく変わっていくなっていうのは感じたんで、そのままその時点ではまだそのスタジオに残ってまだやれることがあるんじゃないか、いやでも本当にそれでいいのか、他にやれることないのかみたいなことは結構まだフラフラしている状態でしたね。
決定打、私はやっぱりこれもずっと変わんないんですけど企画ありきな考えを持ってます。はい、なのである程度もう今仕掛かり中のタイトルの草案を富山さんから聞いた時にもう腹積もり的には決まってましたね。はい、これをやるなら外でやった方が絶対面白いと思ったんで、当然そのディレクターとプロデューサーのこの考えるその評価軸っていうのはやっぱり違って当然だと思ってるんですよ。でなのでお互いがお互いの意見をすり合わせるってことは非常に重要だと思ってます。でそこで何かしら人にこう伝わりやすい言葉というか言い方を私は大事にすることが多いですね。それをどちらかというと外に向けて発信することがすごく多いんですけど、中にも制作現場にも同じことを伝えるのをすごく気をつけてやってます。開発ってすごい長いんですよ。やっぱ2年3年どうしたってほころびが出てしまう。でほころびが出た時点では相当致命傷になってしまうので、中にも外にもしっかりと同じものを私はこの企画に対してこういうところが面白いと思う、こういうところに可能性を感じてるっていうのをつどつど言っていくっていうのはすごく気をつけてやってますね。ゲームクリエイターとしての私、肩書き上プロデューサーなんですけど、だからといってこうプロデュースはこうあるべきだみたいな考えは正直ないんですよ。あくまでもそのタイトルプロジェクトをうまくさせるためには何がその時必要なのかっていう考え方をするんで、そういう意味では最近なかなか難しいなと感じるのは、会社を運営していくこととタイプロジェクトをこう押していくこと、なかなかこう一見同じなんですけどちょっと相反してるんですよ。会社側はそんなお金かけたくない、プロデュースの気持ちとしてはお金たくさんかけていいものを作りたいみたいなところのバランスは、これどうやってバランス取っていこうかなというふうに思ってますね。はい、ボーカゲームスタジオはまさにそのコロナ禍の真っ只中に設立したんですよ。今スタッフが24、5人いるんですけど、これまでは全員テレワークでここ1年頑張ってきました。でこれまでの段階では、それでも良かったんですけど、徐々に範囲を広げていくことになっていくと思ってます。そういう意味でオフィスも決めて、これからは実際に会って話をしつつゲームを詰めていけるような段階に入ってきたかなと思ってます。3, 2, 1, start. 今の取り掛かっているタイトルについてなんですけど、抽象的な話になっちゃうかもしれないですけど、私が一番最初に富山さんから今回はこういうの考えてるんだって聞いて、第一印象を思ったのは、これはなかなかひどいゲームになるぞっていうふうに思ったんですよ。いい意味でっていう本当なんですけど、本当になんでそう思ったかっていうと、例えば何かを得よう、何かをなそうとするために何かしらの犠牲が伴うとするじゃないですか。でもこの今取り掛かっているゲームはその犠牲がなかなかにえぐいんですよ。でかつそのえぐい行為をやるのもやらないのもユーザーの選択というか、なのでユーザー心理としてはそれを迫られるっていうのはなかなかなんでしょう、ひどいっていうか、いい意味でえぐられるというかってところにすごく魅力を感じてます。でそこを最後まで大事にできたら
多くのゲームファンの方に楽しんでいただけるものになると思ってます。今日のキャプチャーした内容は、アクションが多かったと思います。ただあくまでもやっぱり今日メインで撮ったのは人型なので、敵対する敵側のキャラクターはクリーチャーっていうことが非常に多いゲームです。そういう意味ではホラー要素も多分に入ってます。アクションアドベンチャーっていう部分に関してはやっぱり私たち今までやってきたことの一番得意なジャンルっていうところもあって大事にしていきたいなと考えてます。そういう意味では登場する人物から派生するストーリードリブンで展開していくみたいなことも大事にしていきたいと考えています。